こんにちは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。このチャンネルではアダルトチルドレンの治し方や改善方法、生きやすくなるための情報を発信していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。また字幕も整備してありますので、必要な方は字幕の設定をオンにしてください。この動画は認知の歪みのパート4です。パート1から3をまだ見ていない方は、よかったらそちらからご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。では今日は完全主義という認知の歪みについて話します。自信のない親は子供の劣っている部分が恥ずかしく感じます。そこで子供の完全じゃない部分を責めます。このように親に責められながら育てられた人は、責められるのを恐れ、完全主義になるかもしれません。一つ例を出すと、別の動画で詳しく話す予定ですが、例えば子供で名誉を獲得しようとする大人がいます。スポーツや勉強や習い事などで子供を使っていい思いをしたいのです。このような大人は子供がいい成績を取れないと自分の心理的必要性が満たせないので子供をいつも責めます。このような環境にあった子供は批判を恐れ完璧主義になりやすいです。また愛されずに育ったアダルトチルドレンは心が成長していないために子供のように自分の欲求は完全に満たされて当たり前だという幻想を持っている人が多いです。これも完全主義に向かわせる要因の一つです。さて、では完全主義の特徴を見ていきましょう。完全主義者も前回の動画でやったべき思考の人と重なっている部分があります。つまり、ある一つの面が劣っていると、人間全体として価値がないと感じます。アダルト・チルドレンの口癖で多いのは、私は生きている価値がない。ですが、このように言う人は、例えば、現在無職だとしましょう。この一部分だけを見て、生きている価値がないと言っているのです。人間には A という面も B という面も C という面も D という面も途中省略しますが Z という面もあります。それらが全部完全な人などいないのです。それなのに完全主義だと A という面だけを見て生きている価値がないとなってしまうのです。このような完全主義者の根っこもこの自分ではダメだというのがこびりついています。だから完全主義もいろいろな悪影響が出ます。人によって違いますが、例えば自己蔑視がひどい人になったり、不眠症になったり、うつ病になったり、優越を目指す人になったり、集計恐怖になったり、摂食障害になったり、強迫性障害になったり、などなどになる可能性も高くなると言われています。つまり自己肯定感が低く、強烈なこの自分ではダメという根っこがあるので、
こうでなければいけないという思い込みも強くなるのです。そして完全主義者のこうでなければいけないは完全じゃなければいけないということです。つまり脅迫的に完全を目指すということです。だからうつ病になったり、集計恐怖になったり、摂食障害になったり、アルコール依存症になる可能性が高まるのです。そして完全主義だと、いつも完全を目指すわけですから、そうなれば自分の欠点が気になります。気になりますというか、気になりすぎます。だから放っておくと、こうでなければいけないという思い込みがどんどん悪化していくということです。また完全主義と甘えの心理も重なっている部分があります。つまり自分の欲求は完全に満たされて当たり前だという甘えもあるので、こうでなければいけないも世界のあらゆるものに対して感じていることが多いです。だからこのような人は自分が70点しか取れないと自分はダメだということになりますし、子供が70点しか取れないと子供はダメだということになります。さらに友達についても恋人についても自分の健康についても職場についても自分にまつわるあらゆるものに完全を求めます。人について完全を求めるというのは分かりやすいと思いますが、自分の健康についても完全を求めるとはこんな感じです。ちょっと風邪をひいたら、なんでこんな体調が悪いんだ、最悪だ、不快だ、という具合です。風邪をひけば誰でも不快なのですが、強く完全を求めている人ほど余計に不快を感じます。こういう人は、ちょっと寝つけないだけで、なんで寝れないんだ、なんで寝れないんだ、早く早くと心の中で激しく焦ります。ここまで激しく焦るのは、完全な休息が取れないと、翌日のパフォーマンスに影響が出るからです。つまり翌日の自分のパフォーマンスにも完全を求めているので、なおさら完全な休息が必要なのです。このような人が恋愛をすると、恋愛についての理想も高くなります。365日24時間自分だけを注目してもらっているのが当たり前という感じです。このように完璧を要求しているから、完璧ではないということは価値がないと感じてしまいます。つまりちょっと喧嘩をしたり、相手が自分とは関係がないことをしようとしていたら、もう相手は冷めているんだとなってしまいます。では次に、完全主義者の思考を考えてみましょう。このような人は完全主義を通して思考が出てくるので、思考も完全主義になります。完全主義の思考とは白黒思考です。白黒思考とは完全な白か完全な黒かと見る思考のことです。つまりグレーが存在しないのです。別の言い方をすると、
善か無かということです。例えば、いつも3時間勉強している人が、今日は寝不足で集中力がなかったために、1時間だけしか勉強できなかったとします。これで、やってしまった、無駄な一日を過ごしてしまった、と、ひどく嘆き、悲しみ、自己蔑視をするというのが、善か無かの思考です。1時間は勉強しているのに、1時間分成長しているのに、それは見ないで無になってしまっているのです。あるいはメンタルが病んでしまって外出が億劫だとします。医者に1時間散歩してくださいと言われているとします。散歩に出たけど15分で帰ってきてしまった。もう無理、この自分最悪だ。これも白か黒しかないのです。1時間散歩したら白、それ以外は黒になってしまうのです。15分頑張った自分を完全に無視しているのです。このような人は自分の好きなことがわからないのが普通ですが、この思考だと好きなことを見つけるのも無理に近いです。例えば野球を見に行きたいという気持ちが 10% あったとします。でも 90% はめんどくさいと思っているとします。すると白黒思考の人は自分の中の野球を見に行きたいは完全にないことになってしまいます。好きなことがない人が好きなことを作るには 10% のものを少しずつ 20%、30% と上げていかなければいけないのに 10% の時点で完全無視なので20%、30% になる前に 0% になってしまうのです。また、このような人はなかなか楽しいと感じられません。例えばテニスをしたとします。楽しさは 30% だったとします。たった 30% かもしれないけど、楽しい部分もあるのに、完全を求めている人はゼロと感じてしまうのです。無駄なことをしたという感じです。だから次回に続かないのです。最初からよっぽど楽しいものに出会えた時以外は楽しいと感じられないのです。そして最初からよっぽど楽しいことなどほとんどありません。こういう白黒思考だとアダルトチルドレンの回復も進歩に気づけません。性質上、アダルトチルドレンは放っておくと悪化しますが、勉強しているのなら、そしてワークをしているのなら、少しは進歩しています。進歩すると言っても、前進だけではありません。後退もあります。後退もセットなので、後退も含めて進歩です。そこまで含めると、少しも進歩しないということはほとんどないのですが、白黒思考の人は進歩していても気づけません。今よりちょっと良くなればいいのに、ちょっとでも進歩したのならものすごく喜ぶべきことなのに、完全主義者はそれでは不満なのです。ちょっと比喩的な例ですが、5人に嫌われていたとします。それが1人減って4人になったとします。でも完全主義者はこれでは不満なのです。
これを成長とは思えないのです。今でも4人に嫌われているということは確かに辛いです。今が辛いから成長していても不満が100なのです。満足は0です。心のどこかに自分の欲求は完全に満たされて当たり前だ幻想があるから、完全に満たされないとものすごく不満なのです。そこで成長しているのに全く成長していないと思っています。これだとハードルが高すぎるのでずっと不満です。こういう人は人生のあらゆることでこのような思考をしています。この思考の人は心を軽く持っていい状況でも生きるのを辛く感じてしまっているのです。だから挫折するのです。これからは幻の完全なゴールを見るのではなく、意識して過程を見ましょう。はい、ポイントの振り返りです。心理的に未成熟の人は、ありのままの自分を受け入れられません。ありのままの自分を受け入れられない親は、ありのままの子供も否定します。子供の立場からしたら、厳しく責められ続けるのは嫌で嫌で仕方がないですね。こうなれば、周りに責められないように完全を目指し始めるかもしれません。完全を目指し始めると、自分でも自分を必要以上に責める人になります。完全を目指して自分を責めている人は、劣っていてはいけないというのが染みついているのです。人間はもともと完全ではありませんので、劣っていてはいけないというのは、人間ではいけないと言っているのと同じことです。でも完全主義者は、幼児的万能感みたいな甘えも残っている人が多く、自分は人間ではいけないと思っていることに気がついてもいません。自分は普通の要求をしていると思っています。まず自分の要求は普通ではないということに気がつかないといけません。これは認知の歪みだと気づかないといけません。気づいて変えようという強い気持ちを持たないといけません。また、アダルト・チルドレンの回復も一気に急に良くなる、そんな完全な方法などありません。今より少し良くなればいいのです。マイナス100からマイナス80になればいいのです。マイナス80になったら次はマイナス60を目指せばいいのです。時にはマイナス60からマイナス90に逆戻りもしますが、それも当たり前のことです。自分にとって都合のいい前進だけしかないという完全な方法を激しく要求していると、絶望感に襲われて力尽きてしまいます。そして脅迫的に完全にならずにいられないのは、どこかに恐怖があります。こう思われたくない、失望されたくない、こう感じたくない、などの恐怖がどこかにないか探してみてください。見つかったのであれば、なぜその恐怖が生まれたのかと考えてみてください。もし誰かの心の必要性をぶつけられただけだと分かれば、
その恐怖は何の根拠もないということになります。頭の上っ面の部分だけではなくて、深い部分でこれが納得できるように、何度も何度も、何度も何度も、何度も何度も、さらに何度も考え続けてみてください。もう一つ重要なことは、人間は完全ではないということです。だから完全じゃなくていいのです。ありのままの自分を愛されて育った人は、ありのままの自分を責めていません。ここに気づいてください。多くのアダルトチルドレンは、ありのままの自分を責められて育っているから、自分でもありのままの自分を責めているのです。自分の何かが劣っているから自分を責めているのではなくて、先に自分を責めているから劣っているところがクローズアップされるのです。本当は欠けていても責められないのです。そしてどこかが欠けているのが人間です。あなたも完全じゃなくていいのです。人間なのだから。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもアダルトチルドレンの治し方や改善方法、生きやすくなるための情報を発信していきます。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。